皆さん、こんにちは、ライです。今回は準備編となります。耳コピを行うための事前知識などを共有しようと思います。細かな説明が多いと思いますが、お付き合いくださいませ。まず、耳コピしたい曲のチューニングを把握することから始まります。その説明の前に、音程というものを軽く説明いたします。音程は、音の種類として12種存在します。そして、音とは単なる周波数です。この周波数という数値化された概念が厄介となるのです。ここであなたの音感を試させていただきます。今から3つの音を鳴らしますね。あなたにとって、どれが、の音であるか、判断してみてください。鳴らしてみますね。この音はあなたにとって音に相当しますか？私の感覚では違和感を感じます。そもそも音とは思えないというのが率直な感想です。では、次の音はどうでしょうか？これも同様に、だいぶ違和感を感じてしまいます。最後にもう一つ、音を鳴らしてみますね。私の感覚では、これが A 音だと判断します。では答え合わせとなります。この3つの音はすべて A 音でありギターの5弦開放音を鳴らしたものです。では、この3つの A 音の正体を解説します。まず、1番目の音は国際標準とされた A 音であり、現代において正しいとされる A 音に相当します。国際標準とは何を言っているかと申しますと、音の基準を設け、その基準音を何ヘルツの周波数とするか、これを定めたものです。国際標準ではこの基準周波数を 440Hz と定めてます。この 440Hz という周波数帯は1弦5フレットの A 音に相当します。前述で音程とは12種からなると説明いたしました。では、1弦5フレットから12フレット分移動してみましょう。1弦17フレットとなりますね。つまり音程差のある同じ A 音となるのです。1弦17フレットの周波数は倍にした 880Hz となります。このように周波数が異なる同じ音程のことをオクターブと言います。440Hz の周波数を半分にした 220Hz も A 音となり、3弦2フレットの A 音となります。さらに半分の 110Hz は5弦開放音の A 音となります。つまり、1番目の音の正体は 440Hz の周波数帯を基準にチューニングし、5弦開放音を鳴らした A 音だということになります。では、2番目の音は何が違うのかという話となります。これは基準周波数を 435Hz とした場合の5弦開放音となります。5Hz しか変わらないため、あまり大差を感じられないかもしれませんが、交互に鳴らすと明白に異なる音となります。435Hz を基準としていた時代もありました。18、19世紀では、この基準周波数が演者によって異なっていたようです。そこ、ちゃんと定めましょうよ。ということで現代では 440Hz に定められています。チューナーの機能によっては、基準周波数を変更可能ですが、ギターは 440Hz に合わせるのが一般的です。では、最後の音になります。イングベイ・マルムスティーンをこよなく愛する方には、しっくりくる音程だと思います。これは、基準周波数 440Hz で、5弦開放音を A 音の 110Hz ではなく、G シャープの 103.83Hz ぐらいに合わせた音となります。いわゆる半音下げチューニングにおける5弦開放音に相当します。つまり、私が A 音と言っているのが誤りであり、周波数としては G シャープが正しいということになります。とはいえ、
ロックという世界では半音下げの音であってもナチュラルチューニングの呼び名で言ってしまいます。その方がわかりやすいからだと思いますが、クラシックの世界では厳密に G シャープと言わないと怒られそうなイメージがあります。ここまでで何が言いたいのかと言いますと、耳コピ対象曲のチューニングによって音の周波数は変わるということです。イングベイの曲はほとんどが前弦、半音下げチューニングとなります。もしこれを知らずに耳コピをしてしまったらどうなるでしょうか。イングベイの奏法とは全く異なる奏法で弾かなければ音程が合わなくなってしまいます。現実的に弾くのは困難ということになるのです。つまり、耳コピする対象の曲がどのようなチューニングで演奏しているかを知ることが最も重要となります。ナチュラルチューニングか、半音下げチューニングか、この判断は感覚や慣れで判断できるようになります。私は半音下げチューニングに慣れきってしまっているため、イングベイの演奏であっても、ナチュラルチューニングである、アルカトラズの曲を聴くと、イングベイっぽくないと感じてしまうことがあります。チューニングがわからない場合は、曲中の最も低い音に合わせ、ギターを弾いて同じ音を探します。それが弾きやすいか、といった感じで判断することもできます。例えば、半音下げチューニングのギターで、6弦1フレットの音と同じ音が多く、曲のベース音になっているな。そう感じた場合、それはナチュラルチューニングの可能性を疑います。とはいえ、ネットで調べれば、チューニング情報は大抵見つかると思います。稀に、変則チューニングで演奏している曲もあります。そういったものは演奏動画を見たり、事前情報がないと正直わからないと思います。最後にまとめますね。耳コピする対象曲のチューニングを調べましょう。ご自身のギターのチューニングを合わせましょう。チューニングが誤っていると、演者と同じように弾くことができません。これで耳コピを始める上で、スタートラインに立てます。まず、耳コピする上で、絶対やらねばならないことは、何回も聞くということです。ここで注意しなければならないのは、曲の全体を何度も聞くという意味ではありません。一つのフレーズで分割し、分割した部分を気が狂うまで聞き込む必要がございます。時には何千回と聞く必要もあり、これが基本となります。そのために、再生ソフトは欠かせません。再生ソフトで何回も繰り返し再生し、耳に叩き込ませるのです。音源を任意の選択範囲で自動リピートしてくれる再生ソフトがあると非常に便利です。私は Windows アプリケーションのサウンドエンジンという古いツールを愛用してます。とても軽量であり、気に入っている次第です。もし同じものを使いたいという方は概要欄にリンクを貼っておきますので使ってみてください。なお、同じようなツールはたくさんありますので、お好きなソフトを使っていただいて構いません。必要な機能として以下を満たせれば問題ありません。波形の閲覧、部分削除といった編集が可能であること、任意の場所を選択しリピート再生可能であること。また、YouTube そのものも有効なツールです。再生速度を遅らせて聞くこともできます。ただ、私の経験上、あまりおすすめはできません。イングベイ奏法はあらゆるニュアンスを用いて表現をすることが醍醐味なのですが、再生速度を変更すると、ニュアンスを聞き取る耳が育たないのではないか、と感じているからです。低速度で音の流れの感じを読み取り、原曲を何度も聞き直して判断する使い方が良いと思います。また、原曲をイコライザーなどでギターの音を聞き取りやすくする方法もあります。しかし、この方法も私は使いません。理由としては、聞き取れない音があるために、聞き取りやすくする目的のはずですが、聞き取れない音域をブーストすることで、聞き取りやすくなった、と錯覚してしまうからです。全体的にギターの音が聞こえやすくなっただけで、聞き取りづらい部分が逆にカットされてしまっている事態に自信が気づけず、結果、誤った財布をしてしまう経験が結構あるからです。よって、私は基本的には原曲の音のみツールで何度も聞くスタイルの方が、結果的に楽だと感じている次第です。しかし、あくまで私の場合でありますので、ご自身の聞き取りやすい方法で、あらゆる手法を用いていただいて全く問題ありません。今回、耳コピしていく上で、
課題曲を設けました。題材としては、イングベイ・マルムスティーン、トライアル・バイ・ファイア、ライブ・イン・レニングラッドより、バッハのフーガ・イン・G マイナー BWV578 を耳コピしていきたいと思います。これはバッハの小フーガと言われる曲です。曲名にもある通り、原曲は G マイナーの曲であり、誰もが知るクラシック曲です。譜面も探せばいくらでもあります。譜面があるのになぜこの曲を題材にしたのかと申しますと、イングベイはクラシック曲を弾く上で、譜面通りに弾かないとはっきりおっしゃっております。イングベイ・マルムスティーンというフィルターを通し、音を奏でていると言っておられます。イングベイのプレイを聞けばその通りであり、原曲のフーガとはメインフレーズは似たような感じに聞こえるものの、細部は全く異なるものです。また、レニングラッドで弾いているフーガは、G マイナーではなく、E マイナーで弾いてます。つまり、譜面を見てしまうと先入観が入り、正しい音を拾うことが、かえって面倒なことになってしまいます。よって、耳コピをすると決めた以上、譜面には頼らないスタンスが一番良いのです。そして、耳コピになれないうちは、ベースやドラムといった耳コピ対象外の余計な音がない、ギターだけのソロ演奏を対象とした方が良いと感じており、プレイ時間も局所的であり、比較的耳コピが簡単そう、という理由からフーガを選びました。耳コピをしたら、必ずやっていただきたいのが財布です。偉そうなことを言ってますが、実は私が財布を始めるようになったのは、YouTube でチャンネルを開設し、タブ譜を上げるようになってからです。それまでは財布は一切してこなかったため、時間が経つと忘れ、再度耳コピをすることになっています。若い頃に耳コピをしていた曲は、ほとんどが忘却の彼方です。以前フォロワーさんが、財布をしたタブ譜の写真を X で投稿していたのを見たのがきっかけであり、しかも、その方は手書きで財布をしてました。その姿勢を見習い、私も必ず財布をするようになったというわけです。結果的に、YouTube でも共有することができるようになった次第です。私の財布方法は、手っ取り早く財布ができるように、テキストエディタを使ってます。財布を行うための簡単なフォーマットを作っており、1414、自身の中で確定した結果を書き込んでいってます。各行、1小節分の長さとなっており、上書きモードでタブ譜を書いている次第です。格言の間に1行空いているのは、ハンマリングやプリングを記載するための行としてます。最終的に、ある程度固まった段階で、ギタールプロにて清書している形となります。今回の動画はここまでとなります。次章はいよいよ耳コピ実践編となります。課題曲に対し、実際どのように耳コピを行っているかを実践形式を含め、ノウハウを語っていきます。ではでは。